よっしゃー、もう次お湯で 3.5 だぜ、次のシーズン来いみたいな感じで来た3時間46分落ちていくっていう。負荷をかければ速くなると思いがちなサブ 3.5 なんですよ。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのすいです。この動画を開いた方はサブ 3.5 やるぞっていうね、やる気に満ち溢れた皆さんの生なのではないでしょうか。ちょっと変わっちゃったけどこれはですね、健康になるためのランニングから一つはみ出て、市民アスリート、自分をちょっと追い込む時間を作ったりね、ちょっときついこと、めんどくさいことをやらなきゃいけないゾーンになってくるかなと、いろいろまとめていきたいなと思います。私がですね、初めてサブ4をしたのが2012年、そしてサブ 3.5 できたのがその3年半後のゴールドコーストマラソンでした。なので3年半かかりました。この前ね、キロ5楽に走れるよっていう動画を作って、スイさんどれくらいかかったんですかって言われて、実はね、私は結構ね、2、3年かけてキロ5なんとか走れるようになったタイプなので、結構時間かけてます。っていうのも、私が走り始めた頃って情報が検索できない感じだったんだよね。なのでなんか手探りで自分で走ってダメみたいな感じが繰り返されちゃって、もったいなかったな。走るフォームとかやった方がいい練習方法とかも全然知らないまま、ただただがむしゃらに走っていたので、もったいない部分があったので、今日はね、みんなには時短でやれる方法をね、お届けしたいと思っております。まずは結構気になるところで、じゃあ私がサブ 3.5 できた時のハーフマラソンとかどれぐらいだったの？これ結構指標になるから気になるじゃん。私の場合はハーフは1時間37分、10キロは44分10秒ね、ここまで来てなんとかサブ 3.5 が達成できた感じです。なので10キロだと4分半は余裕ではないけど走れるようになってたっていう状態だよね。3年半かかりましたので、だいぶ失敗もしました。3時間38分まで来て、よっしゃー、もう次お湯で 3.5 だぜ、次のシーズン来いみたいな感じで来た、はい、板橋シティマラソン3時間46分落ちていくっていうみたいな。翌シーズンがむしゃらにフルマラソン入れました。もうあれもこれも走ってやろう。はい、そしたらですね、3時間49分もっと遅くなるこれ富士山マラソンっていうのもあるから坂もあってきつかったと思うんだけど、最後のラップがね30分っていうねなっておりますのでですね、だいぶ落ちておりますね。はい、もがきましたね。でその後ね、一回サブ 3.5 しちゃうとトントン拍子でもうサブ 3.5 はずっとできるような感じでした。ちょっと失敗して落ちてもサブ 3.5 はできるぞみたいな。でただその次に目指した20分切りってなるとやっぱ大変だったりして、やっぱり10分20分変わるときはもう練習方法とか考え方とかを変えなきゃいけないんだなって身に染みて私が感じてます。サブ 3.5 何の練習しようってみんな頭にいくかなと思うんだけど、市民ランナーの皆さんは働くお仕事があると思います。外とかももちろん家庭で仕事をしてるね、お家の仕事があるって方もたくさんいると思います。でその場合時間を作るのが大変だと思う。サブ4ぐらいまではなんとなしに走ってたらいけたんだけど、サブ 3.5 ってなるとやっぱ計画性を持って練習しなきゃいけない。これが大変なところなので、練習方法というよりは私はまず自分の練習メニューをしっかり組んでいく。大変なことじゃなくていいんだよ。月曜日は何するでは休むとか、逆にやったことを書いていくタイプでもいいと思います。自分はここ走ったな、1週間キロ5を超えて走ることなんて全然なかった、これじゃちょっと心肺機能落ちてくるよなとか、事後報告を書くでも全然いいので、とにかく自分のやってることをしっかり把握していくっていうのがめっちゃくちゃ大事。その中で時間をどの辺を使うかっていうのを決めて、朝のタイプなのか夜のタイプなのか、とにかくやる気はあるけど時間がないっていう方が本当に多いので、そこら辺ねうまく作れるようにね、スケジューリングを組み立てて、ここで走れたじゃんみたいなのをなるだけ減らしていくみたいな感じでねやっていくのがまずはおすすめです。そして具体的な練習方法っていうので、正直ねあれもこれもしないでねって思っている。負荷をかければ速くなると思いがちなサブ 3.5 なんですよ。その先行くとさ、ああいう練習で怪我したとかいろいろ出てくるから、負荷をかければ速くなるもんじゃないってことが身に染みてわかるんだけど、結構サブ 3.5 って言うとキロ5だって言って気合を入れてね行く方が結構多いと思います。効率よくやってほしいなっていうところで、速く走れば速くなるわけじゃないってことも知っておいてください。休む間に筋肉は疲労回復してまた強くなる。だから休むのも絶対大事だよって具体的な練習方法の一つで、私はめちゃくちゃおすすめなのが、しかもこれ時短なのよ。1週間に1回か10日マイコース3キロぐらいから5キロ、これを頑張って走って
先週の自分を超えるぞみたいな感じで3キロから5キロを走る。この練習で私は最終的に達成したので、初めにこの練習方法を伝えるね。あと他どんな練習していったのっていうところで、いつもねめちゃくちゃ頑張ってるわけじゃないの。なんとなしにキロ6とかでも6分半とかでもいいので、1週間に1回は10キロは走るっていうことを入れてました。で、さらに市民ランナーの皆さんはきっと週末がお休みな方多いと思います。なので平日10キロ走れないよっていう方はですね、週末に12キロとか15キロね、これ入れとくだけでもね、だいぶ変わってくる。平日コンスタントに走れる人と週末がっつり走れる人ってちょっと変わってくるかなと思うんだけど、週末がっつりタイプの人にお伝えしたいのが、週の間に1回30分いや20分でもいいから走っとくと、やっぱ心肺機能がこう 2,3 日で下がってくるんだよね。それを下げる前に1回入れとくっていうのが大事なので、私ちょっと週末だけでした、なかなか記録超えられないんですって方、間に本当に20分とかでもいいからちょっと大変だと思うんだけど作るの。サブ 3.5 を目指すなら走るの3日は空けない。これはね、やってほしいなと思います。っていうのでメニューこんな感じで組み立ててみました。頑張りまくるというよりはお休みも入れつつ、ゆっくり走るのも意味がある練習と自分で納得してね、早い人、ゆっくりの人、お休みする人っていうので組み立てていく。お休みの日ただ休んでてももちろんいいんだけど、この日は走らないってことは時間がちょっと作れるってはずなので、筋力トレーニング、ストレッチを強化するっていう日にね当ててあげると、より普段の練習がしやすくなってくるので、ぜひやってみてください。1週間に1回は12キロぐらいをね走っておくのがめちゃくちゃおすすめです。ただこのメニュー今日出したんだけど、これね今からやってというよりはマラソン大会の3、4ヶ月くらい前、自分が例えば11月に入れたんだったら7月ぐらいから徐々にやっていく。あとは普段もジョギングはもちろんしておいてほしいんだけど、年がら年中頑張るっていうのは体と精神的に負荷なので、その時期に集中してやるっていうのがね、私はおすすめ。っていうのもさ、要は私たちは走るために生きているというよりは、お仕事があって家庭があって、そこにランニングっていう自分の趣味があるっていう感覚じゃない？なのに仕事ができなくなっちゃった、家庭がなんか大人になっちゃって、なんか走ることを嫌がられてるとかになっちゃったら悲しいじゃん。だからこの時期に大会目指す、タイムで目指す時はここにバーンと集中して、この時は頑張るんだってね、家族にもちょっと協力してもらいやすくね、してくれないかもしれないけどもらいやすくなるし、自分もその時だけだったら頑張れるって感じでね、ちょっときつい練習とか乗り越えられるんじゃないかなと思っています。走行距離も私はサブ 3.5 をした時が200弱でしたね、ピークで。この走行距離って結構なんか勘違いされやすいんだけど、月間走行距離これぐらいでしたって言った時に、毎月コンスタントにその体力を作る時期の距離を私は走らないんでいいんじゃないかなと思ってて、サブ3する時の練習もピークは250とか、一時期は300とか走った時もあったけど、その後だんだん2ヶ月前は220、1ヶ月前は200みたいな感じで落ちてくんだよね。私はそうやって調整していってる。2、3ヶ月前にがっつりっていうのが自分の中でがっつりね。で、そこからだんだんスピードを磨く月、だんだん疲労を抜く月みたいな感じで、3、4ヶ月で自分の距離を変えていくっていうので、十分記録は狙えるので、毎月絶対こんだけ走るんだって気張らないで大丈夫っていうのを聞くだけでも、ちょっとなんかスケジュール組みやすくなってくれたんじゃないかなと思います。あとはサブ 3.5 をやった時は、とにかく情報がなかったってさっきお伝えしたんだけど、どんなメニュー組みっていうのは結構難しかったし、ラントも全然いなかったから追い込めなかったから、マラソン大会に行って自分で44分10秒とか出したりとかさ、ハーフもさ1時間37分ってとんでもないハーハーをさ人とだからできるみたいな感じでタイムは更新していったので、マラソン大会活用するのは私はすっごいねおすすめです。ちゃんとしたこういう記録を賞をくれる大会以外にも、皇居周りの大会とか出て、とにかく人と走るっていうことを増やして自分のタイムを伸ばしていきました。さあここからはですね、体作りになってきます。これが意外とめんどくさいっていう方が多いんですけども、正直これやんないともったいない。もう私は痛いよ、昔がむしゃらに走ってた自分に。私の場合はサブ3ぐらいになった時にこの体作りというものをですね教えていただいて、できなかったサブ3がぐーんとね4ヶ月ぐらいでできるようになったので、めちゃくちゃ大事っていうのを身に染みて感じているので、皆さんにも伝えていきます。その中でももうみんなにめちゃくちゃ大事にしてほしいなって、もうどこもかしこも大事なんだけど、関節可動域っていうのがめ
めちゃくちゃ大事だから、回るところがめっちゃ大事って覚えといて。首も動きがね悪いと頭前に出やすくなっちゃうからもったいないし、肩甲骨周り、肩周りもこうやって回るじゃん。ここもしっかり動くようにならないともったいないし、上半身と下半身の連動がねすごい大事なのよ、肩甲骨って。股関節ね、皆さんも走る人はみんなもう知ってると思うんだけど、股関節の動きもすごく大切になってくるし、足首、これ足首は柔らかければいいってわけではないんだけど、足首もしっかりね普段からケアしてあげるとだいぶ変わってくるので、やってあげてください。というので、まずはですね、今日は肩甲骨の動きを良くする動き、手をね、両手をこんな感じで広げます。それで片方だけ下に下げます。でこれでグイン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 、ちょっと後ろに行かせるような感じ。そうすると肩甲骨と肩甲骨がなんか寄せ合う感じにちょっとなるかな。動きを出しながらストレッチができるっていうので、これはもう暇があったら、会社のトイレとかで怪しい人になってやってください。でもさ、今の時代って結構健康に興味がある人いるから、こういうのやってるとさ、いいんだとかって一緒にやってくれたりとかするじゃん。15年ぐらい前はね、結構ただの変な人だった。こんな感じで動かしていくのがめちゃくちゃおすすめです。とにかく、回したりとかでもいいし、自分が覚えてるのやるだけでもいいので、肩甲骨の可動域上げていくの大事だよってね、覚えておいてください。からの、股関節だよね。これね、いろんな動画長尺でも作ってるので、ぜひねやってもらいたいんだけど、股関節ってさ、運転とかさ、お仕事とか全部座りっぱなしになっちゃうから、なんか全然動かしてないんだよね。だから動かすの大事なんだなって覚えておくだけでもいい。で、覚えておくだけでもいい。ごめん、嘘だった。覚えておいてやるのが大事。動かしていったりとか、ランニングの時は立ってた信号からこうやってさ、こうやって回してあげるのとかね、みんな知ってると思います。こんな感じで回してあげることとかをやってあげるの中で、股関節動かす時にお尻の筋肉が硬いと動きめっちゃ悪いのよ。でその中でもうこれ1個だけって言われたらどれをお伝えしたいかっていうと、私の場合これなんだよね。このさ、いろんな動画にも出てくるんだけど、ここを90度にして、ヨガだと鳩のポーズって言うんだけど、ここを前に倒していく。で中にはね、結構ランニングイベントとかで会う人で、もうここで止まっちゃう方とかも結構いる。そういう人は伸びしろがあると思って全然ね、落ち込まないで大丈夫よ。徐々に人間の体変わっていくから。でこんな感じで、これは正直私毎日やってます。はい。寝る前の習慣に乗ってですね、やらない日は実はないですね。なので昔と比べてだいぶ柔らかくなりました。うたらんチャンネルに残ってる動画の昔の私より全然柔らかいね。これ一発目からこれぐらい柔らかいから、こう左右にとかね、動かしちゃったりとかして。これね、初めきついと思うんだけど、できるようになるので、やってあげてくださいが、股関節です。股関節の動きが良くなりました。お尻の動きも良くなりましたってとこで使いたいのが、腸腰筋。これね、本当に知りたかった私は。腸腰筋使えるようになると本当に足の上がりが全然違うから、腸腰筋私は使えてなかったから、どこで足を上げてたかっていうと前ももなのよ。で前ももで足を上げてた時は限界がこれぐらいで、前ももじゃなくってこの辺、この辺りの腸腰筋の力を使って上げるってなったら、もうちょっともうさっきとね、ちょっと上げただけでも高さが変わってくる。イメージでいいから、前ももの気持ちで上げないで、ここら辺、ここから上げるんだってやったらさ、足が上がるわけよ。こう上げやすくなるためのトレーニングとしては、こんな感じでプランク状態作ってギューッ、痛いもん痛いもんだからマウンテンクライマーってやつですね。はい、これね、前ね、私ね、こんなに足ね、膝が胸に近づかなかったの。まだ全然それでも使うの上手な方ではないんだけど、マウンテンクライマーをやってあげるとだいぶ、私このぐらいしかほんとね、足ね近づかなかったんだよな、前は。でやってると変わるのでやってあげてください。これもね、動画とかはいろいろ作ってるので、一応ねおすすめのやつは概要欄に入れておきます。なのでみんなそんなに大変じゃなかったでしょ。これ毎日と90度、ほぼ毎日とマウンテンクライマーができなければ、立っている時に、こうやって上げ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 て、はい、これでもいいです。はい、これだったらさ毎日できるでしょ。はい、前ねストレッチとかは週に 3,4 回でいいよって言ってたんだけど、週に 3,4 回だと昨日休んだからとかって休んでやんなくなっちゃったりとかするの。だから毎日やるの大事で、週に1回はがっつりやる時間、私のトレーニング動画いっぱいありますので、20分ぐらいはしっかりストレッチと筋トレをやるっていう日を設ける。これだけでも
だいぶ変わってきます。今聞いてそんなもんでって思った人いると思うの。たださ、がっつり月300走るって決めて多分1ヶ月でやめちゃうのよ。そうすると1ヶ月やってそれこそ怪我しちゃったりとかさするわけよ。サブ 3.5 するときは負荷がほどほどの練習を積み重ねていく。めんどくさかった、やってなかった体づくりを足していく。これだけでもだいぶ変わってくるので、とにかくですね継続できること、そしてライフスタイルを崩さない、これすっごい大事だと。とにかく日々を大事にしながら自分のスケジューリング整えて、ここでこの練習やっていく。サブ 3.5 っていうのは市民ランナーを超えて市民アスリートになってくる。別府大分マラソンとかね、嬉しいよね、もう選手だみたいな感じでさ行きたいよね、行けるので自分の生活を大事にしながら一緒に進んでいきましょうっていうので、最後に届けたいのが、いや私年だからとか私はもうできないとかって思わないで、走る以外のやってなかったこと足していくと体変わって、あれ走れるっていうのができるようになったりするから、とにかくですね自分でやりたいと思ってたらね、みんなに別にサブ 3.5 してほしいとかじゃなくて、サブ 3.5 したいと思ってる人の応援はしたいからさ、もしやりたいなと思ってたら自分にはできないと思わずやれるってね、少しずつね変えていって目標に近づいていきましょう。私も頑張りますっていうので、最後は皆さんに奇跡の裏側お届けしたいと思います。僕にはできるはずがないと君が背を向けるのならば、道はそこで閉ざされるだろう。飛べるはずもない壁が低く見えてくるその日まで努力を続けるだけさ。神様平等じゃないと嘆き叫びたくなる日もある。きっとみんなも平等に思ってて、誰かと争う勝利でなく自分の勝利を勝ち取るんだ。やるべきことは知ってるだろう。奇跡の裏側にもがいてる人がいる。涙と汗でできた川を渡りながら。はい、ということでね、やるべきことは知ってるんだよね。私もそうやるべきことは知ってる。だけどできないことがあるのは計画性かなみたいな感じで、とにかくサブ 3.5 私は計画性なんかすごい大事だと思っています。ということで目標に向かって楽しく頑張っていきましょう。楽しく頑張るって結構大変だったりするんだけどさ、ね、楽しくやっていこう。はい、ということでまたうたらんチャンネルで会いましょう。またね、バイバーイ。頑張ってね、応援してるよ。